皆さん、こんにちは。2019年8月より今年2020年6月までの10ヶ月の間、デンマークのフォルケホイスコーレという成人向け教育機関に留学してまいりました。留学の目的は、主に高齢者の尊厳を守るとはどういうことなのかというのを福祉先進国であるデンマークで実感したいということでした。10ヶ月という期間、非常に様々な体験をし、考えることができました。今回はまず、デンマークで暮らすということがどのようなことであったかを簡単にご紹介したいと思います。はい、それではまずデンマークという国についてご紹介したいと思います。デンマークは日本がここですね。ここからずーっと遠く離れたヨーロッパの国になります。8767km 日本から離れているということになります。北欧の緯度の高い国です。人口はおよそ580万人。兵庫県の人口がだいたい550万人と言われていますので、そのぐらいの人口だと。それから、面積が4万3000平方キロ。九州の面積は3万7000、プラス静岡県の面積7000を足しますと、だいたいデンマークと同じぐらいの面積になると思います。それから、国教、国の宗教が決まっておりまして、福音ルーテル派、プロテスタントとなっております。それから、国内総生産 GDP はおよそ3600億ドル昨年度であります。日本が昨年度およそ5兆ドルですので、だいたい14分の1ぐらいの規模になるかと思います。それから主要産業としましては、流通小売、そして、医薬品メーカーがたくさんあります。それから、畜産農業、養豚が非常に盛んな国です。豚肉はたくさん輸出されております。ハムなんかも輸出されております。そして、農業ですね。これはじゃがいもは非常にたくさん取れるですね。はい。それから運輸業、これは海運大手のマースクという会社が、デンマークの会社になっております。で、ここにちょっとありませんが、有名なレゴというブロック、おもちゃのブロックがありますが、これはデンマークの会社です。そしてエネルギーにつきましては、自然エネルギー、特に風力発電の技術は世界のトップクラスと言われております。はい、それでは私が留学したロンデという町について簡単にご紹介します。ロンデという町、人口3000人ほど、10年間で約1000人増えたということだそうです。周辺では住宅の開発が、かなり多く見られます。で、左上のこの写真は市民公園からロンドンの街を見上げるようにして撮影した写真です。右はこれはメインストリートになります。およそ800メートルのメインストリートがありまして、この両側に商店が立ち並び、大きなケアセンター、高齢者や家族、若者などの相談に当たるようなところです。老人ホームも、中には、入っておりました。それから警察もありました。
こういった大きな施設も新築されておりましたし、それから、スーパーマーケットが3軒、銀行もありました。ですので、日々の買い物については、問題なく事足りたということです。で、物価は若干高いんですけれども、リサイクル店というのが2軒ありまして、驚くほど安く物を手に入れることができました。私は、一人部屋でしたが、椅子が硬かったもんですから、クッションであるとか、それから冬の時の帽子、あとは体育館で使う運動シューズなどを、ここで安く購入しました。それから、近くにはですね、モルス自然公園という、自然豊かな公園があります。中を、5、6キロ散歩できるような非常に、趣のある公園です。この写真は秋口に撮ったものですから、紅葉が非常にきれいに写っておりますが、冬もよし、春夏もよしという感じでした。それから、その近くにまた観光地ですが、家老城というお城の跡があります。ここも土日は多くの人で賑わうようなところでした。牛が映ってますね。はい。そして、ロンドンという町は高いところにありましたもんですから、ドイツに占領された時に、ドイツ軍がいろんな、施設を作ったということもあるようです。開発されたこともあるようです。で、ロンドンから少し海の方へ、下ったところにクネベルという町があるんですが、そこには今度はドイツ軍が作ったというドイツタワーという施設が残っておりました。これは外海からやってくる敵の船に向かって攻撃するための施設だということでした。以上のように、ロンドンというのは小さな町ではありますけれども、いろいろものが揃って、そして開発の進みつつある町という印象でした。そして、私の在学したフォルケホイスコーレですけれども、これはメインストリートから100メーターほど北に歩いたところ、もうすぐですけれども、そこにある大きな学校です。航空写真はこのようになっております。そして、この斜めの建物が三角形のような建物が学生寮です。全寮制ですので全部の学生がこの辺に住んでいます。そして、その隣にあるこの大きな四角い屋根、これがホールです。ここで、毎日2回学生が集まって歌を歌ったり、集会で先生の話を聞いたりプレゼンテーションをしたりするところです。その中身がこの写真にあります。グランドピアノがありまして、先生の伴奏でみんなで歌を歌ったりする、それがホールになります。そして、この写真の、ちょっと外れ映っていませんけれども、上の方に体育館が2つあります。その体育館の写真がこちらになります。新しい体育館と古い体育館が奥の方にあります。ここで、ゲームをしたりスポーツをしたり、体育館の新しい方の2階には近代的なジムのトレーニング施設もついていました。そして、このホールの南側についているこの屋根ですね、これが食堂になります。それの写真がここになります。食堂は学生を含め、学生全員が、みんなで取るわけですけれども、150人ほどの学生がいっぺんに食事ができるような食堂になっております。はい、ここで、3度全員で、食事をしたということでした。でこのフォロケホイスコーレというのは175年前、1845年に NFS グルンドビーという、デンマークの歴史的な人物の一人ですけれども、牧師であり、作家であり、政治家であった方です。でこの方の理念に基づいて作られたものです。
で、どんな理念だったかといいますと、すべてのデンマーク国民がデンマーク語で民主主義的な、考え方を学ぶという理念です。で、これは今、デンマーク全国に70ほどありまして、それぞれ学校ごとに特色あるコースを作って運営されています。そしてそのコースというのは1週間から22週間ぐらいまでの長さがバラエティがありまして、学生たちはその中から選択して、取っていくということです。私の場合は22週間の一番長いコースを2回取ったということになります。そして、試験はありません。成績もつけられません。とにかく体験すること、それが中心になっているということです。落第することはない代わりに、修了しても特に資格をもらえるわけではないということです。そして、最後、有料ということですが、デンマークは、教育は無料なんですね。ですが、この学校は民間ということもあって、政府が、半額補助する。ですが、生徒も負担するということになっています。外国人からすればですね、非常に安く勉強できるというイメージですが、デンマークの方から見れば、無料の教育が当たり前なのにお金払わなきゃいけないというのは高く映るのかなという気もしました。で、このフォルケホイスコーレが教育課程の中のどこに位置するかということを簡単にご説明します。まず、義務教育の期間が10年間あります。0年生から9年生まで。0年生というのは小学校に入る準備段階、保育園で言えば年長さんにあたります。そこで9年間、10年間終わって、15歳になりますと、任意で10年生として学校に残ることもできますし、エフタスコーレという別の学校に行くこともできます。またはそれを取らずにそのまま普通高校に行くこともできます。で、普通高校もしくは職業教育を3、4年受けた後で、ギャップイヤーを取る学生が半分ぐらいいると言います。そのギャップイヤーというのは自分の適性を見極めたり、もっと深く勉強したいとか、そういったことのために、しばらく自分なりの勉強をする期間です。で、この中の選択肢の一つにホイスコーレがあります。で、ホイスコーレは学生に聞きますと、やっぱり普通高校3年間とても厳しい授業を受けてきたので、息抜きで来たんだよという学生もいました。で、もしくは、これから仕事を選ぶにあたって自分がどれが本当に一番適しているのか、それを見極めたいと思ってきたという学生もいました。もしくは、もう仕事は決まってるんだけども、行きたいところは決まってるんだけども、もっと自分のスキルを磨いて、勉強したいから来たという学生もいました。はい。で、デンマークの教育のその義務教育についてちょっと日本と違うなと思ったのは、この10年間の義務教育、これは修学の義務ではなくて、教育の義務であるという考え方だそうです。つまり、学校に行かなくても国が勉強していると、教育を受けていると認められれば、学校に行かなくてもいいということです。家で、親が教えてでもいいし、何か別の学校に通ってでもいいし、とにかく教育を10年間受ける義務はあるけれども、学校で受けなければならないということではないようです。それから、このギャップイヤー、ホイスコーレの、選択する学生もいるわけですが、それはもともとデンマークでは18歳になりますと親の扶養義務が終わります。で、国が、生活補助を出して学生は独り立ちできるようになるということなんですね。ですので、それまで親と一緒に過ごしていた学生が自立して一人で、生活できるようにする、そういった意味での、自立の訓練のためのホイスコーレという意味合いもあるということでした。はい、それでは10ヶ月間の
留学期間の流れということをご説明していきたいと思います。10ヶ月間、前半の5ヶ月は8月から1月末まで2019年秋のコース、そして後半2020年2月から6月末まで、これが2020春のコースということになっております。そして、前半の5ヶ月の中で、赤で記したところは、大きなイベントのあったところです。どのようなイベントがあったかといいますと、8月末に、モルス山のキャンプ、これは友達を作ったり生活に慣れたりするため、のものなんですが、モルス山という場所へ山といってもですね、デンマークは非常にフラットな国ですので、丘ぐらいの高さしかありませんけれども、そこに1泊でみんなでキャンプをしました。そして、9月ですね、これは国連週間ということで、国連の挙げる17の持続可能な開発目標について、勉強し、見学し、体験をして、まいりました。で、学生のうち半分はこの時期に、ノルウェーに旅行に行っております。ノルウェーの大自然の中で、テント暮らしを1週間するというサバイバルな旅行だったと聞いております。そして、10月になりますと、今度は修学旅行として学生が2組に分かれてドイツとアイスランドの旅行に行きました。1週間ずつですね。1週間ですね。で、私はドイツの方へ行ってまいりました。ハンブルグとベルリンです。それから11月になりますと、今度はテーマウィークということで、平たく言いますと学芸会のようなものですけれども、音楽とパフォーマンスを組み合わせて、行うと。そして、客席とか、音響ですとか、バンド演奏、こういったものもみんな手作りで、行う。そして、週末には保護者の方ですとか、地元の方に来ていただいて、その前で、発表する。そういったことを行いました。で、12月の20日から1月の2日まではクリスマス休暇になりまして、学校が閉鎖になってしまいました。で、私は日本に帰ることはしなかったものですから、学校の中のですね、台所のある小さな家が2軒ほどあるんですが、そこの一つに引っ越しをさせてもらって、2週間自炊生活をさせてもらいました。で、この時もですね、クリスマスイブの晩には近くの町にある、コミュニティカフェでボランティアが、孤独な老人とか、貧困の方もいらっしゃるようなんですが、そういった方を集めて、パーティーのようにクリスマス晩餐会をやると。で、それを聞きまして、私も参加させてもらって、一緒に楽しく夕食を、取ることができました。はい、そして1月、お正月はデンマーク全国で一斉にこう花火を上げてお祝いするというのも、見学といいますか、真夜中に、表に出て、花火を眺めることができました。そして1月の1ヶ月間は、学生の半分ほどもう帰ってしまいまして、今度は特別な1ヶ月間ということで、ロンドンの街のいろいろな社会問題についてグループごとに取り上げ、それについて研究し取材し、そして、行政に対する提言をまとめて発表する、そういう、プロジェクトコースという形で1ヶ月間を過ごしました。ここで5ヶ月間の前半が終わりまして、今度は2月からですね、学生のほとんどが入れ替わりまして、また一から友達作りを始めることになりました。で、3月の半ばからまた修学旅行が、ノルウェーと
アルバニアの修学旅行が予定されていたんですけれども、まさに出発の前日の夜ですね、首相の記者会見がありまして、新型コロナのために国を閉鎖すると、教育機関一斉に止めるということが発表がありまして、学生がみんな荷物をまとめて明日帰ってくださいということになりました。で、私はまた帰ることはできなかったものですから、他の留学生と一緒に、5、6人ですけれども、ガラーンとした学校の中でですね、食事はちゃんと面倒を見てくれたものですから、手を洗いながら、消毒しながら過ごすという生活が始まりました。初めは2週間の予定で、閉鎖ということだったんですけれども、これがどんどん伸びまして、最終的には2ヶ月半、学校が再開したのが5月の27日になりました。で、その間はもう本当にガランとした中で2ヶ月半も過ごしたわけで、その後、今度は6月の末までの1ヶ月間、これは、普通の授業には戻ったんですが、プラス新しい生活スタイルということで、学生は小さなグループに分かれて、それぞれのグループの中ではいいんですけども、別のグループの人とは距離を分けるとかですね、それから1日2回部屋の掃除をするとか、公共のスペースも当番を決めて消毒していくとか、そういったことを繰り返しながら1ヶ月間過ごしました。はい、こういったいろんな、体験、この他にもたくさん体験があるんですが、10ヶ月間非常に、有意義に過ごすことができました。はい、それではここからは、デンマークでの生活にあたってのさまざまな、事柄についての事情を、簡単にご説明できればなと思います。まずは家の事情ですけれども、デンマークの持っている課題の一つとしましては、家賃が高いということがあります。これは、政策的なものらしいんですけれども、ロンドンの住宅地でもですね、新しく家が建つとだいたい4、5千万円、の感覚です。そして、都市部なんかでも、ロンドンにはたくさんアパートもあるんですが、これはですね、古いアパートを大家さんがリフォームして、家賃を上げて、売り出すということがどうも多いらしくてですね、都市部ではちょっと小ざっぱりしたところでも20万円ぐらいするところがあるようです。そしてデンマークでは18歳以上は国から生活費をもらうことができますので、ほとんど独立するということが多かったわけなんですけれども、この家賃が高いということで、独立できずにですね、親と一緒に18歳以降も住み続けるという学生も増えているようです。また、アパートなんかは複数の若者が、シェアして、借りるということも多くあるようです。はい。で、この右側の写真は、ロンドンの街にある不動産屋さんの、写真ですけれども、家は様々平屋もありますし、2階建て、3階建て、3階建ての住宅はだいたい地下に1階あるんですけれども、そんなような住宅もありました。はい。で、これも値段を見るとだいたい4、5千万円と書いてあるところが多いようです。
そして、この左側は、私のいたロンデホイスコーレの、学生寮になります。これ5階建てなんですけれども、1階と2階の部分、それから、3階、4階、5階と、5階の部屋が全部、中にロフトがある2階建て、部屋が2階建て構造になっている、大きな部屋です。そして私のいたのは4階で、ここにちょっと半分スクリーンの空いているところがあるんですが、これが私が10ヶ月間住んでいた部屋です。なかなか大きさとしてはどうでしょう、8畳間ぐらいの広さにベッドにテーブル、それから、それとは別に、シャワートイレの部屋と小さなクローゼットのような、衣装ダンスといいますか、そんなようなものがついていました。それから、結婚事情ですが、これは日本に比べるとだいぶ、異なっているところがあるようです。で、2018年度で離婚率というのは人口1000人あたりの離婚数のことを言うらしいんですが、離婚率 2.57、日本は 1.7 ですのでだいぶ高めとなっているようです。それから、初婚年齢はデンマーク男性35歳、女性 32.4 歳、日本は男性 31.1、女性 29.4 ということで、日本よりも晩婚化が進んでいるようなイメージです。それから、先ほどの離婚率が高いということで、家族形態も多様になっている感じです。気が合わないとなりますと我慢せずに、離婚してしまうような、ことを言っておりました。で、離婚は半年以上別居してから成立するということです。そういったことで家族形態も、同性婚、子連れ再婚などさまざまなものがあり、クリスマスなどで、集まってみんなでお祝いするわけですけれども、その時に、元パートナーと一緒であったり、することもあるようです。それから、子供がですね、1週間ごとに離婚した、親の間を行き来することもあるようです。今週は、お父さんのところ、来週はお母さんのところ、そんな感じで、子供が自分の部屋を2つの家に持っているようなこともあるようです。そして子供の環境に配慮して、行政が家族に介入してくることもあるようです。そしてですね、その関係が険悪になる前に離婚してしまうものですから、離婚してからもそのパートナー同士は親友であったりすることもあるようです。どういうんでしょう、個人の生き方を尊重している、それから自分がその、離婚という結果を引き受けて、ちゃんとそれを決断すると。そして、共働きですので、双方とも経済的に自立している。そういうようなことが、多様な家族形態を生んでいるじゃないかと。そういうレポートもありました。一緒に生活してみてですね、なんとなく、そういうこともわかるような気もしましたが、はい。で、この写真に、出ているのは、学生がですね、イベントとして、結婚式を演出しているものです。本物の結婚式ではありません。そんなようなことも学生が企画して、新郎新婦の役の人が、実際の結婚式をシミュレーションするような、そんなようなこともありました。はい、次は仕事事情ということなんですが、
デンマークの仕事事情というのは、法律で週37時間、までの労働と決まっております。それから、税金に、給料に対する税金につきましては、国税、地方税、医療付加税、そういったもので、50% 以上が税金として支払うことになっているようです。そして、年次有給休暇は6週間の取れるというふうに決まっております。で、ほとんどのデンマークの国民は、6週間取るそうです。大きな休みというのは夏休みと、それからクリスマスの休暇。で、多くの人は夏休みは普通は6週間のうち3週間を使う。そして、年末のクリスマス休暇には2週間使う。そして、あとの残った1週間は何か非常の時のために取っておくと。そういう使い方をする方が多いと聞きました。で、これだけ休みが多いとですね、休んでばっかりじゃないかというふうに、考えてしまうんですが、実際には、日本よりも休日と祝日が少ないです。ですので、多いには多いんですけれども、日本に比べると1年間通してだいたい10日ぐらい休みが多いのかなという感じでした。はい、そして、ほとんどの企業はフレックスタイム制度を導入しているようです。で、サービス残業はないはずなんですが、学校の先生なんかの話を聞きますと、自分の家に仕事を持ち帰ることがないわけではないということを言っておりました。で、個人商店ではない、スーパーですとかそういうところは従業員がシフトすることができますので、夜遅くまで営業するなんてこともできるわけです。そして、この右側のこれメニューというスーパーですが、このスーパーでは月曜から金曜までは8時から夜8時まで。で、土日は朝8時から夜6時まで。パン屋さんは毎朝、6時半からやってますよなんていうことが書いてありました。そしてコペンハーゲンにあったネットというスーパーは、これは24時間営業でした。ですので、かなり、便利なスーパーが増えてきているだろうなというふうに思いました。次に、エネルギーの事情ですけれども、この右側の写真の黒いのは私の、住んでいた学生寮の部屋の下にあるフィンですが、この中に温水のパイプが通っていまして、空気を温めるための装置です。学校内にはこのような温水パイプが全て通っておりまして、セントラルヒーティングになっていまして、常に室温が20度ぐらいになるようになっています。で、街全体のですね 80% ほどがこのセントラルヒーティングの、方式を使っているようです。そして、そのセントラルヒーティングのお湯ですけれども、これはロンドンの街の外れにですね、地域暖房会社という会社がありまして、そこがお湯を沸かして各戸に供給しています。で、この赤い煙突の建物が暖房会社なんですけれども、燃料には藁とかバイオマスを使って、藁ですかね、使っているということを聞きました。それから、電気につきましては、この海の写真がありますが、ここに煙突が見えます。これが10キロほどロンドンの南にある、町の発電所なんですけども、ここで、火力発電で電気を起こして、供給されています。電線は、ほぼすべて埋設されていますので、地下にありますので、電線はめったに見えません。時々高圧線が走っているのがありますが、ほとんどありません。そして、風力発電の設備もですね、ありました。この4基並んでいる風力発電は、エーベルソトフトという町の
発電機ですけれども、ロンドンの街でも、あちらこちらにこういった風力発電の風車を見ることができました。はい、そして交通事情につきましては、鉄道とバスにつきましては、これのバス乗り場はロンドンの街のバスターミナル、ちょっと大きい広場みたいになってますが、です。そしてこの下にあるのが、DSB というロンドンのデンマークの国鉄にあたります。私は実は10ヶ月の間に電車1回しか乗ってないです。であとは全部バスで移動しましたけれども、とにかく電車もバスもですね、ゾーンというその区域を切って、その区域をどれだけまたぐかによって運賃が決まるというような形でした。それから、金額もですね、現金で払うと一番高くて、インターネットで、回数券を買うと何割引きかになって、でさらに、旅行券というプリペイドカードのような、ここで言えばナイスパスのような、煙鉄のナイスパスのようなものですね。ああいったものを使いますともっと安くなる、半額近くまで安くなります。非常にデジタル化が進んでいるというのを感じました。それから、自動車ですけども、ちょっとここにありませんが、自動車はですね、ガソリン車のマニュアル車がほとんどです。で、車がとにかく高いんですね。で、なぜ高いかと言いますと、これも政策的なものなんですが、自動車税がですね、180% です。ですので、100万円の定価の車を買おうと思っても、280万円払わなければなりません。それから、電気自動車への補助金、環境に配慮した車への補助金というのも、数年前にカットされたらしいですね。ですので、電気自動車はほとんど走っていません。ハイブリッドカーはないようですね。ですので、車に関して言えば、非常に、皆さん中古の車を、乗り継いでやっている、そういう感じを受けました。で、電気自動車が普及しないもう一つの理由はですね、中古車として買った時に価値がどのぐらい下がるかがわからないというような新聞の記事もありました。つまりバッテリー性能の評価が不透明なんですね。ですので、高いお金出して買って高いお金で売れればいいんですが、それがわからないのでみんな怖くて買わないということもあるようです。はい。そして、自転車ですが、この前輪が2つあって間にカゴがついている自転車、これは結構たくさんありまして、フードがついて赤ちゃんが乗ってるとか、それから、家族の方が乗るとか、あとは、老人ホームのご老人の方を、運ぶボランティアという形でこういう自転車を使っているというケースもありました。で、下のこのたくさん人が並んでいるのは、これは、都市部のコペンハーゲンとかオーフスという都市部で見られる光景です。通勤のために自転車を使っています。ところがロンでは、地方の町で、みんな車で移動することがほとんどですので、自転車で会う場合はですね、みんなこういう人たちです。スポーツ、体力づくりのために自転車に乗っている。こういう方はたくさんいらっしゃいました。ビュン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 飛ばすという形でした。はい。それから物価事情につきましては、付加価値税が 25%、これ高いという感じですね。で、この右側のレシート、これは私がネットというスーパーで、ピザのパンとジュースを1本買った時のレシートです。
トータルで 23.5 クローナでしたけれども、このうち 4.7 クローナは税金というふうに書いてあります。これ内税ですので、23.5 から 4.7 を引いて、その金額が本体価格ということになります。で、それにの 25% が確かに 4.7 クローナになっておりますので、税金 25% だなと分かります。そして、じゃがいもや人参、玉ねぎ、豚肉といった、毎日食べるようなものは、まあ安いというよりは同じ値段で量が多いという感じで、結果的には比較的安いのかなと思いました。それからリサイクル店というのがありまして、ここは非常に安く物が手に入ります。家電製品でもそれこそ1000円とか何百円とかというような金額で手に入ります。ですので、私もたくさんここで買い物しましたが、帰国するときにはいらなくなっちゃうもんですから、またここに返してきました。はい、そして、ガソリンの価格ですけれども、ガソリンは、デンマークの代表的な、金額としては187円と言われております。これ2017年ですけれども、私の行った時にロンドンの街のガソリンスタンドの表示では160円から170円ぐらいの感じで、販売されていたと思います。はい、ということで、いろんな事情を考慮して、ロンドンの街で住むというのは、こんなことだったということをご紹介いたしました。ありがとうございました。